相手を騙して生き延びる生存戦略。擬態。この地球に生息するあらゆる生き物は、その地の気候や環境に適応するために、自然淘汰と突然変異を繰り返して進化を遂げてきました。進化の形や働きは生き物によってそれぞれ異なりますが、その中で進化の凄さを一目で見てわかるのが擬態です。擬態は姿や振る舞いを他の生き物や環境に似せることで敵や獲物を欺く強力な生存戦略です。しかし擬態と一口に言ってもそれぞれに異なった特徴を持ち、その姿は実にバラエティに富んでいます。これは葉っぱに擬態するキリギリスの仲間です。若葉から枯れ葉、そしてなんと虫食いの葉まで、その再現度の高さに圧倒されます。よく見ると葉っぱの葉脈まで羽の歯脈で再現されています。このハムシの仲間も巧みにさまざまな葉っぱに擬態します。個体によってそれぞれが色や枯れ具合が異なる葉っぱに変異することに驚かされます。蝶や蛾の中にも葉っぱになりすますものがいます。このハチョウの仲間は羽の裏の模様が枯葉によく似ています。羽を閉じた状態では枯葉そっくりですが、表は裏側とは対照的にとても鮮やかな模様をしています。葉っぱに擬態する昆虫は数多くいますが、その中でも擬態の極致に達しているのが日本にも生息する紫シャチホコという蛾です。一見すると丸まった枯葉に見えますが、実はこれは全て羽の模様です。実際は羽は一切丸まっておらず、この立体感も羽に描かれた模様なのです。羽を広げた状態はご覧の通り平坦であり、丸まった部分は色の濃淡によって再現されているのです。まるでトリックアートのような目の錯覚を巧みに利用した驚くべき擬態です。このような葉っぱや木などにカモフラージュして自分の身を守る擬態は隠蔽擬態と呼ばれています。環境の中に溶け込んで捕食者の目から逃れるのです。カマキリの仲間にも葉っぱや木の枝、さらには花になったりと実に巧みな擬態をするものがいます。カマキリの擬態は天敵から身を隠すのと同時にこっそり獲物を捕らえる時にも役立ちます。このような獲物を仕留める際にも機能する擬態は攻撃擬態と呼ばれています。淡水に生息する世界最大のカメであるワニガメは水中で岩に擬態しながら独特な方法で獲物を捕らえます。ワニガメの舌先には特殊な赤い突起物があり、これをミミズのように動かして餌だと思い込んで近づいてくる魚を捕食します。このように周囲の環境に溶け込みながら体の一部を使って獲物を仕留める擬態の方法もあります。植物や周囲のものにカモフラージュする擬態の他にも、強い生き物になりすまして敵の目を欺く擬態もあります。
この葉っぱの上に乗った数匹のアリ、実はこれはアリではなくすべてカマキリです。東南アジアに広く生息するアリカマキリは、幼虫時代は真っ黒な体色で、遠目にはアリにしか見えません。小さな幼虫は敵に狙われやすいため、アリになりすますことで自身の身を守っているのです。アリカマキリがアリに似ているのは幼虫時代だけで、成長とともに次第に体色は緑色に変わっていきます。アリに擬態するものは他にも数多くいます。これはアリそっくりに擬態したアリグモと呼ばれるクモです。クモの足は4対ですが、アリグモは一番前の足を常に持ち上げて、アリの触覚のように見せかけます。ホソヘリカメムシの弱霊幼虫も大きさも含めてアリにとてもよく似ています。こちらはアリとキリギリスならぬアリギリスと呼ばれるキリギリスの仲間です。この昆虫も幼虫時代はアリにそっくりですが、成虫になると姿や色彩は変わってしまいます。ところでなぜ彼らはよりによって小さくか弱い存在であるアリに擬態するのか、人間からすれば不思議に思うかもしれません。しかし自然界の中でアリはか弱いどころか、統率の取れた集団で容赦なく他の生き物を襲うとても強い存在なのです。体が小さな幼虫時代は特にアリはうってつけの擬態モデルです。アリ以外にも擬態モデルとなる強い生き物はいます。特に毒を持つ生き物は体の色が警黒色と呼ばれる派手な色彩をしていることが多く、あえて目立つことで自らの危険性を敵にアピールします。この特性を利用して本来毒を持たないものが色彩や姿を真似することで、さも自分も毒を持っているかのように振る舞うのです。中でも強力な毒針を持ち恐ろしいハンターであるハチは、なりすますモデルとしては絶好の相手です。これは花の蜜を吸うミツバチに見えますが、実はミツバチではありません。ハナアブと呼ばれるハエの仲間です。黄色と黒の縞模様はどう見てもハチにしか見えませんが、ハナアブはハエの仲間なのでハチのような毒針は持っていません。続いてこちらもハチのような姿をしたカミキリムシの仲間です。模様は若干ハチとは異なりますが、パッと見では分かりません。スカシバガと呼ばれるガは全体的に成虫がスズメバチやアシナガバチなどのハチに擬態しています。世界各地に生息するスカシバガの仲間は種によってその擬態の完成度は驚くほど高く、姿や色彩だけでなく行動や飛翔中の羽音までハチに似ています。このように本来毒を持たない生き物が毒を持つものに色彩や姿を似せることをベイツ型擬態と言います。捕食者に対して自分には毒があるぞと見せかけることで攻撃を回避するのです。また系統的には全く違う生物の間でもベイツ型擬態は見られます。例えばこちらのヘビではなく、なんとこれはガの幼虫です。
このスズメガの仲間の幼虫は危険が迫ると頭と胸部を膨らませて猛毒の鎖蛇のような姿になります。幼虫時代は猛毒蛇になりすまして捕食者を追い払うのです。毒を持たない生き物が毒を持つものを真似するベイツ型擬態の他に、お互いに毒を持った生き物同士が共通して姿や色彩を似せることがあります。例えば南米に生息する毒鳥の仲間は種が異なっても色や羽の模様がとてもよく似ています。これは鳥などの捕食者が過去に1匹の蝶を食べてまずい経験をした場合、次からは姿がよく似た違う種類の蝶も捕食するのを避けるようになるからです。このような互いに毒を持つものの姿が似ている現象をミューラー型擬態と言います。毒鳥の他にも蜂やテントウムシなども異なる種であってもよく似た模様や警告色を持っています。ミューラー型擬態は同じ地域に生息する毒を持つ複数の生き物がお互いの捕食リスクを最小限に抑えるために姿を似せる互恵的な擬態様式です。今回は擬態をする生き物の一部をご紹介しました。視覚を利用した擬態の他にもフェロモンなどの匂いを似せて獲物をおびき出したり、光や超音波を真似して敵を欺く生き物もいます。進化の過程でどのようにして擬態というこれほどまでに巧妙な生き残り戦略が生まれたのか、その謎の解明は徐々に進んでいるものの、まだわからないことも数多く残っています。周りを見れば敵だらけの自然界の中、長い時間をかけて獲得しただましの生存戦略。進化が生んだ驚くべきその姿は私たちを魅了してやみません。それではまた次回。